この弓術を研究したくてここになんか土地買って住んだっていう話をちらっと本で読んだんですけども、その通りこの体に接触しないというかもう、遠くからのものなんでもう完全に何にも右も左もわからないというか。おつこんにちは、空手家合計です。今日はちょっと成田市の自然豊かな場所に来ているんですが、現世に弓術を失われた技法を蘇らせるべく研究を重ねて、ここに弓術場を構えるほど弓の研究に人生をかけていらっしゃる弓の達人先生、安藤幸太郎先生、今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと令和の剣豪の町井勲先生にご紹介いただいて、弓術ですごい研究されてる方がいるからもしよかったらっていう話をいただいてるんですけど、最初X で町井先生がリポストしてる動画を見てすごい人いるなっていうのから僕はちょっと、それから存じ上げた感じなんで、あんまり僕全く武器術を知らないので今日はちょっといろいろとよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうここあれですよね、この弓術を研究したくてここになんか土地買って住んだっていう話をちらっと本で読んだんですけども、その通りやっぱり弓でいろいろやるとなると、やっぱり人様の施設ではやりにくいことがたくさんありますので、自分で土地を構えないとできないようなことがなんか多すぎるので、やっぱり必要かなと思いました。でも纐纈先生の場合はもう拳が武器みたいなもの弓を使う必要があるのかどうかという感じですけど、リーチ的には有利です。そうですね、僕はそもそも武器術自体が全くのど素人で全く分かんない状態で町井先生とかに少し教わったんですけど、そもそもはなんですかね、今度体に接触しないというかもう、遠くからのものなんでもう完全に何にも右も左も分からないというか状態ですけど、ただ僕個人的に趣味なのがいろんな、格闘技でもそうなんですけど、基本的なところを教わることで身体操作だったりとか体の使い方っていうのはすごい興味があって、でもともと他のスポーツとか武道からもらったとかパクった動きを空手に取り入れたみたいなことをしてるんですけど、今日はちょっと全然本当に全くジャンルとしても飛び道具っていうのも初めての経験なので、基本的なところを教わる中で自分の中でこれ空手に応用できるかなっていうものがあればありがたいですし、なんかとりあえず初体験のことばっかりなので全然多分何をやってんだこいつって思うことあるかもしれないですが今日は一からよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。私は纐纈先生のことコンクリートブロックに殴る動画で初めてまさかのあそこからとんでもない人がいるっていうのは印象に残って、まさかうちにいらっしゃるというようなそういう感じです。あれ骨は何ともなかったんですか？いや、あれちょっと実はコーンってすごい気持ちいい音がして割れなくて、もう一回ぐらい思いっきり殴ったらいけるんじゃないかなと思ったんですけど割れなかったんで、やっぱ反作用があった分だいぶ拳痛かったです。でも痛いだけです。逆に割れてないっていうのがリアルを感じたんです。なんかそういうトリックみたいなのがなくて、本当にそれでもなんだこの人みたいな。あれですね、上を木の棒とか硬いもので吊るして割るのはできちゃうんですけど、この上をタオルっていうのは多分過去に誰もやったことがなかったんで、上タオルで一切固定されてないものを割れたらすごいよなと思ってノリでちょっと挑戦したんですけど、今さらっと固定されたら割れちゃうっていうのがもうその時点でちょっと理解の範疇を超えてる。なんかちょっとなんか空手界初のことできたらすごいなと思ったらやっぱり割れなかったっていう。本当に度肝を抜かれた。ノリで行っちゃってその後拳が痛かったっていう。ちょっと私の方が恐れ多い。ありがとうございます。じゃああれですかね、まず最初に僕は何をすればよろしいですか？とりあえず弓を引いて矢を飛ばすっていうところをまずできるようにしていただこう。でその後に八つ替えっていうのが八つ替え、腰にある矢をいかにやっぱり馬の上って揺れるんですよ。その揺れる中で床に置いた矢をつがえるっ
っていうことだけできても、馬の上では何もできないっていうのがそういえばそう、今日実はこちらの忘れてましたけど、すずちゃんでしたっけ、すずちゃんに乗って僕やぶさめっていうんですかね、馬の上から弓をやるっていうのを最終的にやらせていただけるかもしれないっていう話だったんで、馬上級を馬上級ですかね、ちょっと今日そこまでたどり着ければということで、そこからそれにたどり着くためにですね、ちょっとぜひ体験していただきたい。よろしくお願いします。やっぱり馬の上は少しでも左右のバランスが崩れると、バランスが取れないっていうことなので、やっぱり左右のバランス感覚っていうのはすごい勉強に、私自身も勉強にさせていただいている感じなので、すごいいい体験になる。確かにそう、なんかなんですかね、総合格闘技で人の上に馬乗りになって殴らなきゃいけないですか、ああいう方たちがなんか乗馬がすごいいい練習になるって言われてたのは昔有名だったので、そういう意味でもなんか僕全然馬乗ったことないんで、ちょっと怖い部分はあるんですけど、僕ちゃんと乗れるのかなとなんですけど、まあまあ体験していただきたいと思います。ちょっとその辺も踏まえて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんな弓があるんですけど、これが一番初心者向けで、市販されている弓の中では、量販品ですね、量産品の中では一番弱い弓の強さというのがいろいろありまして、弓というのはこうやって限界まで引き絞った時にここにどれだけ負荷がかかるかっていうのを、弓の力を表すんですけど、そこにバネばかりを、引っ掛けた時にここに何キログラムの負荷がかかるかっていうので、弓の強さを表します。でこの弓の場合は6キロの負荷がかかるものになります。大体、男子高校生ですと15キロぐらいのものを使って、女子ですと高校生女子で10キロ前後だからかなり弱い方の弓になります。で最初これでやっていただこうかなと、よろしくお願いします。一般の方ではないので少し強い弓も用意しました。これがでかっ13キロという弓になります。まずは6キロでちょっと足だけをやっていただいて、これが普段和球では使わないものなんですけど、ボウスタンドといって、アーチェリーの道具になってで弓っていうのはもともとはニベという接着剤で、そのニベという接着剤が湿度にすごい弱いんです。だからこういう湿った地面に弓を直接触れるっていうのはご法度なので、なるべくこう地面から浮かした状態で振りするっていう道具になります。じゃあこれを持っていただいて、これは多分日本で一番安全な車上と言われてまして、どこに外しても場外することがありますから、かなり高い壁になっています。でこちらでちょっと弓の基本的なところをやっていただこうと。本当にゼロからお願いします。でまず、弓に関しての注意点がいくつかあります。矢を継がないで弓をこうやって引っ張ることを継引きというんですけど、その時に絶対に離しちゃいけないということですね。離すというのはこう引っ張る状態でパーンとでそれをしてしまうと、本来矢に乗るべきだったエネルギーが全て弓に負担にかかってしまいます。そうすると弓が壊れる。で弓が壊れるだけなら、壊れるだけでも大変なんですけど、壊れて、破片がちょっと体に飛んできたりすると危ないですので、必ず、素引きというものをするときは暴発を防ぐために必ず3本の指でしっかり握っていただくと。で引っ張ったらゆっくりと戻すということを守っていただき、でもう1点は矢をつがえてない状態でも人に向けないというところです。結構かなり失礼な感じになるのと、やっぱり銃向けられたら、返り討ちにやっても文句は言えませんよというような感じですので、継引きをするときは離さないでしっかり握るで、継引きでやっても人に向けずにできれば的に向けて引くというところをちょっと気をつけていただきたいと思います。でまずはその継引きっていうのを体験して、弓がどのぐらいの強さなのかっていうのをやっていただくということをしていただく。でまずですね、大体
これはネットなんですけれども、大体このこうやって弓をですね横にこうやって出して、この弓の先端がつくぐらい、このぐらいの距離が一番最適な距離。これより近すぎると、矢が跳ね返って危険。これより遠すぎると当たらなくて危険と言われてます。ただうちの場合は、当たらなくて危険ということはないので、これよりも遠くても大丈夫。そうですか。大体やぶさめですとこの2、3メーターだと思うので、このぐらいの位置でまずはすり木をしていただく。で基本なんですけど、足をですね、自分の矢の長さといってもわからないと思いますけど、ちょっと測りますね。目いっぱいまで引き絞った時の矢の長さ分だけ足を開きます。コケス先生の場合はちょっと喉から失礼します。喉から左手をこう指を伸ばしていただきます。大きいです。このぐらいだから95センチぐらい足のつま先をもうちょい開けばいい。もうちょいですね。もうちょいです。そう。結構開くんですね。結構でこの状態でやっていただこうかなと思います。でまず弓を持っていただきたいんですけど、弓の持ち方っていうのがありまして、まず和弓っていうのはすごい世界的に珍しい弓で、弓の中心を握らないんですね。結構下の方に、でだからここに、握り革というグリップがありますね。ここを握っていた、で握る位置なんですけど、やってちょっとのブレで違う方向に飛び込むんです。そうですよね。でも毎回同じところに握らないといけないんですけど、大体この上端でこれを塔というんですけど、これが、矢が、弓にぶつかって弓を傷をつけないための保護するものなんですけど、これが矢に触れる。でここが握り弓なんで、この上ギリギリこれここに握っていただくと取れますこれ。上ギリギリぐらいはここに握っていただきたいと思うんですけど。わかりました。ちなみにこれ握り方って握り方はいろいろありますけど、基本というか、まず最初は、人差し指以外で人差し指以外で握っていただこうかという感じです。で、またこれも奥が深いんですけど、アーチェリーっていうのはこうやって切り込みがついてるんですよ。指に切り込みがついてると、ただ押して離せば矢をまっすぐ飛んでくるんです。これ切り込みがありませんので、ただ押して離すと矢が弓にバコンとぶつかって、右にそれていってしまうんですよ。わかります？こうやって切り込みがないんで、つるっていうのはこの弓の中心に向かってこう帰ろうとするので、矢をつがえるとですね、ズリポンと右ずり、これを防ぐために弓をひねる必要があります。ただ、ひねってしまうとそれはそれで方向性が定まらないと。でコツとしては、握るときにこうやって角度をつけてあげます。真上から見るとこういう感じなんですけど、ここに角度がついてるのかな。この状態で引くと弓を勝手にひねる力が加わるんですね。これがちょっと重要なコツでした。これを意識で、よくある間違いとしては、せっかく角度をつけたのに手首をこう曲げてしまう人がいるんですね。そうするとただ押してるのと全く変わりませんので、手首はまっすぐのまま耐えてあげるってこと。そうするとこっちにひねる力で、矢が弓を避けるようにこうまっすぐ飛んでいってくれる。でこれが一番重要なところなんですけど、あとは人差し指側に握ると何かというと、一番関わってくるのが、矢をつがえるときに人差し指がすごい重要な役割をするんです。かまっちゃってこうやって矢を挟むことができます。でこれ全部握ってしまうと、なかなか揺れたりとか歩きながらとか動いたものの中で矢がポロポロ落ちてる。でしっかりやって、で手の内っていうのは整えたら崩さない。でつがえてからこうやってたら時間のロスですし、だから人差し指だけで矢の操作をするという感じです。でこの時点でもう角度がついてるんですよ。こうやってこれでただ引っ張ればただまっすぐという感じになる。これちょっと体験していただくのに、まずはそうですね。で先ほど言ったこの手首が曲がって
指をひねる力が死んでしまうっていうのは、他球が曲がるのもそうですけど、中で指がズリズリずって滑ってしまう場合も同じなんです。それがなってるかなってないかを確かめるために素引きというので、これで間違ってズリズリズリと回ってしまうと、戻した時に角度が死んでます。素引きを引っ張って戻しても角度が維持されてるかどうかっていうのをちょっとまずは確認していただきたいと思います。いや人生初持ちですね、これ。まず、親指と小指を近づけて、親指と小指を近づける。ちょっと動画ではカットしてください、はい、結構長いと思うので、まず基本は、ここの股、これここというんですけど、これを指の中心よりやや左側に合わせるんです。この時点で、角度が決まると。でその時にちょっとここでテンションをかけて、一寸テンションをかけた状態でここの角度を決めます。角度を決めたら次にこの筋、天文筋というんですけど、この筋を戸竹の角に当てます。こうです。この時にこう、こう当てるんではなくて、小指が親指に近づくような感じ。そういう、そうしてその次に小指の第一関節を戸竹の左側にかけます。そうするとここかなり近づきますね。そこに薬指、中指の順番で割り込ませる。そうするとくさびがかかったような状態になります。なんか刺さった感じです。それが一番手の内かなって。これをもみじ重ねというんですけど、まずこれをやって、それをくさびをかける時のコツなんですけど、こっち側からかけるんじゃなくて、やっぱこっちから、こっちからです。こうじゃなくてこういうふうにこっちを刺していく感じです。刺していく感じです。でそうすると絞る、ひねる力が加わると勝手に手の内が締まっていくのでずれにくいんです。でこれが一番基本になります。でこの状態で耳ぐらいまですっと、これは、とりあえず3本で今回しっかり握ればいいです。しっかり握って離さずにゆっくり戻すというね。そうですね。引っ張ってゆっくり戻す。でその時に角度が死んでないかっていうのを試してみてください。弓がこうひねられるような感覚がもしあれば、それが正解。なるほど。そうでなるべく肩も平行の方がいいです。今ね、整えたものがで、足と腰と肩っていうのは全部ひねらずにまっすぐっていうのがそうですか。はい、いいですね。それで戻して角度がついてる。これができてれば、顔の後ろまで引いても顔パンと洗うことがないです。これ引くときってなんかどこの辺から引いた方がいいってことあるんですか？楽なのは、目線の位置ぐらいまで上げてから引くと楽は楽です。そうですね。だからちょっと緩んだ。そこはちょっと最初の整え方がしっかりしてると勝手に締まっていく、ズリズリズリとなることがない。いいですね。それができたら早速矢を使えていただきたいんですけど、矢を使えるときはやっぱり最初このひねりっていうのが、ちゃんとできてない場合があります。でいきなりここまで引いてしまうと、ここ顔を打ってしまう。顔を打つと、痛くて危険なのもそうなんですけど、痛いっていう経験を一度でもするとこうやって逃げる反射がついてしまうんです。それを防ぐためにまずは顔の前まで引いて離すと。でそれでちゃんとひねる力がなくならずに矢を飛ばせるかなというのを確認してから、ここまで引くっていうのをちょっと段階をやってみたい。でなんかこう変に力んで手がつりそうな気がしてきた。挟んでスルスルスッと送ってここに引っ掛けます。これって引っ掛けると丸ポチがあると思うんですけど、この下側にかけるの。下側にかけるとこの矢尻が重いじゃないですか。固定される。これ上がる力が。これはどう持つんですか？持ち方なんですけど、親指ちょっと例を出します。すいません。本当に素人なんです。つがえます。つがえて、で下の方でこう作ります。作ってスルスルスルっと上げて、ここに当たるじゃないですか。当たったところでこっちに、そうするとですね、こっちに押し当てられるので、極端にこうしても落ちないんですよ、矢が。
この状態を作っていただきたいな、はい、すみません。あと初めてだと親指が痛いと思うんで、防具を持ってきますね。ああ、ちょっとお待ちください。いいところに移ってくる。あ、お昼になっちゃった。意外とやっぱこう引くだけでも難しいな。まず矢をつが最初適当に握って、はい、人差し指でこうかけてスルスルスルっと、でそうですね、引っ掛けて、で下から下で親指の第一関節かけて、爪の上に、中指と人差し指を添える、上にやってひねる。あ、そうです。これが刺さってない間ひねります。ひねったら、その次に手の内っていうのを作ります。その時に角度が見やすいじゃないですか。この矢の線と腕のこの角度をだいたい40度ぐらいにしてあげるっていう感じで、40度、これをってこと。そうああ、なるほど。でもうちょっと下ですね。ちょっと上すぎるね。そうだいたい1センチぐらい下、1センチぐらい下でこういうテンションをかけると、ちょうどこの境目に矢が来るっていう、こんな感じになります。でもらえてさっき馬上だとこれが結構さっと握らないといけないんですけど、まず地上でしっかり整えれば、似たような感じで握っていただければと思います。これを馬の上で揺れながらやるんですね。いきなり自信ないですけどでそれができたら、まずは顔の前までここの手の甲が自分の頬骨につくぐらいまでちょっと引いていただいて、そうです。こうやって引いていただいてて、私が左右の狙いをまずはすごい合ってますね。そこで、右手をパッと離せばいいですか。離しちゃって大丈夫です。それでそう角度をちょっと見てみてください。今ね、角度結構死んでるんです。ああ、なるほど。だから多分矢はその的の真ん中向いてました。ただ実際の矢は右ギリギリ、あれが弓がきちんとひねられてないっていう。でここに当たってでさっき言ってた右。なるほど。だからそこをやっぱりすり木じゃなくて矢があると忘れがちになってしまう。ちょっと次はそれを意識してやってみてください。あれですね。でそれが毎回ちゃんと絞られた弓をちゃんとひねられた状態でまっすぐ飛ぶようになったら、ここまで引いても顔打ちませんので、ちょっとそこまでちょっと僕練習していただこうかな。弓って勝手にこうやって持つもんだと思ってて、このまんまなんだっていうのさえちょっと衝撃です。なんかそれね、いろいろなやり方があるんです。世界でアーチェリーはこの3本の指でやるんですね。西洋の。あとはつまむやり方もあります。矢自体をいろいろあるんですけど、親指かけるのが馬上級ではスタンダードです。日本に限らず、トルコでもモンゴルでも全て馬上級は親指でかけます。ここか。ここで上げてテンションかけて、手の内整えて、その時に角度、もうちょっと角度つけた方がいいですね。結構つけるんですね。結構つけますね。結構でしっかり握って引っ張ると。で引っ張る。で顔の前まで引いて、狙いは合ってます。ひねる力を消さないように加えたまま離してください。今比較的まっすぐというような、もうちょっと今10センチぐらい右にずれてた。もっと感覚としては、ゴムパッチンとかデコピンとかしたことありますか？あの時ってこう離すと威力弱いじゃないですか。力を徐々に強めながらそれと一緒なんですけど、絞る力をぐるぐるぐるなるほど。やっぱり離す瞬間にそのひねる力が緩んでしまうと全く意味がない。離れる瞬間にバチンとこっちを離すというよりも、ここからもう鶴をもう引っ張り出すぞみたいな押し手で、そういう感覚で離れていく。これ弓
弓だけの力じゃなくて人の力が介入されるんですね。でそこから、滑らないように結構弓がひねられると思います。そうすると糸を引っ張ってちぎるぞっていう感覚ですね。押し手で今完璧です。そうじゃあもうそう矢が向いたところ、多分自分が思ってるよりもちょっとこっちに力がかかってる感じです。それがやっていただくと、ここまで引いても顔を払わない。ちょっと確かにこの距離で10センチずれたら離れたらとんでもないってことになる。多分この公式の28メーターの距離だったらこの崖に刺さる感じになると。なるほど。で今、感覚を掴んでいただいてもと思うので、耳の後ろまでちょっと引いてみていただく、その時に矢のこの野がこの先ほど手を頬骨の下につけてたと思いますけど、野がここにつくっていう。で手はこの位置にある。ちょっとこれがつくぐらいの。まず足をちょっと開いていただいて、まっすぐで引いて大丈夫。ちょっとスッともうちょっといきます。もっといきます。もっと肘が肩と同じ線。ここまでもうちょっといきます。そのぐらいで、ここがほっぺたに当たる。もうちょっとこの位置です。そうその位置で弓をひねる力を忘れないように離してみてください。今いいですね。今いいですね。今ちょっと2センチぐらい右にそれましたけど、基本的には力がかかってました。2センチ単位で、この距離で2センチ単位なんですね。でもそうですよね。そうなんです。根元がちょっとでもずれたら、そうか。で結局ちょっともう午後になってしまったので、ちょっと巻きでいきたいと思うんですけど、本当はこれを10回20回繰り返しやっていただきたいんですけど、もう次に行っちゃいます。本当ですか？めちゃくちゃ早くないですか？めちゃくちゃまだ僕 5回も打ってないですから次は腰につけた矢をさっとつがえるっていう、やっていただくと、おっすとんでもないペースでちょっと今までは矢をつがえてから手の内整えてたと思いますけど、もう最初から整えておきます。目を離さずに矢をつがえられるっていうのがやり方になります。視覚に頼らない矢つがえの方法っていうのがあります。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に